三度の飯より江戸が好きホーリーこと堀口真澄です。いやー、せっかくブルックリンに来てますので、ブルックリンブリッジご覧ください。キャー、村上さん来ちゃいました。どうもようこそっていう感じですけれども、お疲れ様でした。ありがとうございます。ここブルックリンですね。ブルックリンに来ちゃいました。いやだってこちらで村上さんがね、展覧会やる作品をお作りになる時に私の本と YouTube ご覧になっていただいたということで。そうですね。ちょうど江戸百景のブルックリンからのお題をいただいて、絵画作品を作っている時にうちのアシスタントがホーリーさんの本を発見して、それをまず読ませていただき、その後YouTube たくさん拝見させていただいて、いろいろ勉強させていただきました。まさか私のこの番組を村上隆さんがご覧になってるとは思わず、もうベラベラと恥ずかしい限りなんですが、ちょっともうじゃあ早速中拝見させていただいて。そうですね。はい、はい、よろしくお願いします。村上さんといえばスーパーフラットで、私そのスーパーフラットってすごいその浮世絵的なもう超えた芸術かなって思ってて、浮世絵から何か影響を受けたというか、村上さんはどのようにして浮世絵と出会ったんですか？浮世絵は実はここ10年未満ですね。そうなんですか？はい、どちらかというと避けてました。なぜかというと、やっぱりこう藤山芸者みたいな日本人が外国で何か芸術的な表現をするときに、あまりにもステレオタイプなものをやっぱ最初からぶら下げていくのはアンフェアじゃないかと思って、で自分の中でやっぱりまだまだ開拓されていなかった日本のアニメとか漫画の文化を芸術的に咀嚼するっていうのをトライアルしたのがスーパーフラットで、そこから辻信夫先生の奇想の系譜、奇想の系譜ってなかなか欧米ではまだあんまりこうポピュラーじゃなかったんで、その辺の専門的なことから入っていって、でそれでも一つの成果が出てきたので、だったら自分の地盤もできてきたから、浮世絵を自分なりに咀嚼することもやっていいかなと思い、この10年ぐらいやらせてもらってますが、消極的ではありました。そうなんですか。すごい意外でした。私はなんかもともとじゃあ広重との出会いっていうのもこの展覧会以前には何かあったんですか？ないですね。この広重とかは最も僕の感覚から遠いところにあった作家さんなんで、どちらかというとやっぱり北斎の方が自分的にはフィットするんですけど、でもフィットしすぎるがゆえに北斎の絵をこう何か流用して作品を作るということは全くなかったですね。そうなんだ。改めてじゃあすごいプロジェクトだったわけですね。この広重の名所の百景と向き合うというのは。数ヶ月ちょっと逡巡して引き受けようか引き受けまいか逡巡して、時間もなかったんでね。でもやるんだったらちょっと広重さんにも肉薄できるようになるといいなと思って、でも何の確証もなく始めたんですけど、本当ホーリーさんの本と出会えてよかったです。いやありがとうございます。そんな風に言っていただいて、私はすごくこの広重と村上さんの作品のなんて言うんだろうな、相性っていいんじゃないかなと思ってるので、実際にじゃあ作品を拝見させていただきたいと思います。お願いします。ということでブルックリン美術館では広重の名所江戸百景と村上さんの新解釈による新たな名所江戸百景の展覧会が行われております。ゴッホが模写したことでも有名なこの作品を例に、村上さんが手掛ける際に何を変えて何を変えなかったのか、見どころをじっくり教えていただきました。例えばこの絵とかは、結構僕の小細工がちょっといやらしいぐらいに出てる作品じゃないかなと思います。例えばこういうところ
結構細かく線を割り振っちゃったりしてるんですけど、はあは現場だともうただ一本の線がズバッとあったりするんですね。あと例えばこういう地面との生え際とかも、はい、意外とこうちょっとこういう変なタッチとか色の差とかを作ってますが、そんなものはもちろんなく、はあ、じゃあ工房で皆さんで作り上げてる段階では線だった部分っていう感じなんですか。まあだから広重さんの原画に関してはもっとシンプルだったものを、そっか、まあこのぐらいの大きさのプリントに一回やってみて、はい、でどうもちっちゃいこう絵から大きい絵にトランスファーする時に持たないなというところはちょっとずつこうそういった打足みたいのは付け加えました。やっぱりこれだけ 3.5 メートルの大きい絵を成立させようとすると、そういうちょっとした小細工がないといけないなと。まあでもちょうどゴッホの絵とかもそういった小細工どころか大細工をしてぐっちゃぐちゃにしてやっぱりこう絵画として成立させてるんで、まあ先人たちがやってたんで僕らもまあ勇気を持ってそういった改変をすることをやってみました。はあ、これゴッホもこの絵をやっぱりトレースしてるわけじゃないですか。そうですね。やっぱりこの絵ってすごいんですか。この絵の何がすごいっていうと、やっぱりまあ洋画でパッと思い浮かぶ皆さんが思い浮かぶのは、例えば生物画で器があってお花が真ん中にあってなんか生地だの魚だのこう食材がこう散らばってるような絵がありますけど、この場合一番目立つのはこの木の幹ですからね。木の幹がドバーッとこんだけ中心に出てくるっていうのは、西洋の絵画ではなかったと思うんですよ。かつ一番大きい花びらも後ろ側ですからね。裏側言われてみたらそうですね。だからもうどこからどこまで西洋的なこう正面性みたいなものをはぐらかしてるんで、まあ時代が時代ならやっぱりこう映画監督でやっぱこうどちらかというとキャラクターを正面から撮ってるというよりは後ろ姿だったりとか、すごくまあ越しのアングルというか物越しに向こうをこう見せるようなアングルとか、そういうこうものが表現されてると思いますけど、当時は本当に絵画でこういうことやるっていうのはもう斬新すぎる感じじゃないかなと思うんですね。でもまあ今最近、この浮世絵とかの仕事をやってこうなんか感じるのは、やっぱり当時の浮世絵業界が現代の漫画業界と同じようにすごくこう栄えてて、作家同士のいろいろとこう技術だったりとか、テーマのまあなんていうんですかね、こう張り合いというか、どうだこれでっていうのがあったんじゃないかなと思われるんで、そういうなんか作家同士のこうやり取りの中での相乗効果でここまで突飛な構図が出てきたんじゃないかなと思いました。なるほど、そっか、業界自体が盛んだからみんながあいつがやってることはやらんぞみたいな感じで、そうですね、いろんなこう刺激を受け合ってたっていうことなんですかね。なんか最近の漫画業界アニメ業界もすごく表現においては幅が出てきてるんで、浮世絵の業界も多分そういうのがあったのかなと思いました。まあ、改めて私はやっぱりこう名所江戸百景っていうものの魅力に気づいたのは、江戸を襲った震災と絵との関係っていうか、やっぱりそこに込めた広重の思いみたいなのに気づいた時に、すごく味わいが変わったなっていうような印象があって、村上さんの作品の中でも東日本大震災の後の五百羅漢であったりとか、災害とアートの関係っていうのがなんかすごく広重と共通してる部分なのかななんていうふうに私は感じたんですけど、村上さんご自身が広重作品と向き合ってみて改めて感じる共通点なのか、もしくは魅力なのかっていう部分を教えていただけますか。はい、これ僕の持論なのでね、一般論ではないんですけど、戦国時代、日本においては戦国時代の絵画芸術、お茶の世界でもそうですけど、やっぱりとんでもない芸術オリジナリティのある、本当に今の時代まで残るようなものが
出現してるんですね。それはつまり戦争っていうものと芸術っていうものの関係、要するに人がたくさん死んでいく中で、その死生観を表すものとして芸術っていうのがやっぱりその力を発揮すると思うんですが、その意味においてやっぱり震災であるとか、そういう生き死にをすごく過剰に反応してしまうような現場っていうのは、芸術が発生する現場においては非常になんていうんですかね、重要なものが出てくるきっかけになるもんじゃないかなと思うので、それこそホーリーさんの本を読ませてもらって、先ほどおっしゃってたみたいにこのシリーズが、江戸の震災の次の年に作られたっていうのを知って、それで改めて見るとその人間のやっぱりいろいろ多分もう何万人も死んだ後のその江戸の中で、一個一個美しい風景、もしくは何か趣のあるようなそのストーリーのある風景っていうのを引っ張っていってっていうのがなんか広重に、本当いい意味でクリエイティビティなモチベーションを与えたのかなと思うと、すごくそれは関連性としてはなかなか難しいんですけれども、やっぱりそういった大きな災害と芸術の関係性っていうのは深いなと思いました。今後ともなんか江戸の美術と村上さんのコラボ、すごい私見てみたいです。そうですね、なんかそうなってきちゃいました。いやもうどっちかっていうと僕漫画アニメの方のね、人だったんですけど、つい先生から入って、でもちょっとホーリーさんの影響もだんだん今大きく受け始めてるんでいろいろ教えてください。いや江戸の美術があってアニメ漫画も同じ文脈上にあると思うので。そうですね。はい。北斎広重名前上がりましたけど、なんか他にちょっとこの浮世絵師気になるみたいなことってあったりします？例えば歌川国芳だったりとか、っていう人が浮世絵じゃなくてもいいんですけど、江戸時代の日本のアーティストでなんかこの人の絵気になるんだよなみたいな人っていたりしますか？その国芳の話とかは出ましたけど、もうすでに今オーストラリアの方の美術館でのコミッションで国芳を元にした絵を1個描いてます。猫ちゃんの絵描いてますけど、それもすごく大きい絵で3メートルかける12、3メートルの。でもそれ国芳が一部いて、他の絵もあってぐちゃぐちゃなんですよ。でコラージュしてそれを僕の世界観の中で一作として統合してるんですけど、だからそういう意味で自分がやっぱり本当記憶とかそういう文脈よく分かんないんで、これはないんじゃないかみたいなコラージュができるのが僕の強みだと思ってるんで、浮世絵に対するちょっとした自分の中の悪い意味でのこだわり、浮世絵をやっぱりいじったらなかなか難しいんじゃないかなと思うのが最近なくなってきたんで、その意味ではいろいろと今後もやる機会があるのかもしれないですし、全くやらないかもしれないし分かんないですね。でも広重はとっても興味を覚えてます今。なんかすごいやっぱさっきもおっしゃったみたいに国際的な絵の派手さ、見えの切り方っていうのはやっぱりインターナショナルにみんな分かりやすいもんですよね。だゆえにやっぱり世界の北斎になってると思いますけど、広重は広重でやっぱり本当なんていうんですかね、一回その世界に、それこそ僕らはホーリーさんの本を読んでその世界に一歩入って、本当たった一歩入っただけでもって思うような発見があったので、それは僕が20代の時に現代美術の世界に初めて入ってる時の驚きにそっくりだったんですね。全然絵が違って見えるじゃないですか。特に鯉のぼりの作品とか、ああいうのってもうドラゴンなんだとか全然違って見えるんで、そういった作家が内に秘めたコンセプト、隠喩っていうものがやっぱり咀嚼されるとさらに奥深くなるっていう意味では現代美術と相性がいいなとは思ってます。
思ってますというか思いました今じゃあ今後も楽しみにしてます。今日は本当に長時間ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそわざわざ。というわけで今回は三好の工房での制作段階から広重作品に向き合ってご自身の芸術に昇華させていく段階を拝見しまして、ますます村上隆作品すごいな、大ファンになりました。やっぱりアートは生で見るのが一番だと思うので、皆様も機会がありましたらぜひブルックリン美術館で広重そして村上さんの作品実物ご覧になってみてください。日本でも京都市京セラ美術館などで展覧会が村上さんの展覧会開催されております。リンクは詳細欄に貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてください。本日の動画お江戸いいね、広重そして村上さんの作品いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。